今回はオイラーがたった1時間で20桁計算できたと言われるオイラーの円周率の計算方法について説明するのだ。1時間で20桁？それってすごいの？コンピューターがある今ではそれほどすごくないが、オイラーの時代はコンピューターがなく、それでこの速さは驚異的なのだ。また円周率の公式自体も当時より良いものが発見されており、例えばこのチュドノフスキーの公式は n=1 まで計算すれば20桁も止まるが、これを使って計算するにはルート64万320を20桁以上計算する必要があり、手計算ではそれだけで1時間かかってしまうのだ。手計算での円周率の計算には収束の速さだけでなく計算のしやすさという観点も重要なのだ。オイラーはオイラーの公式と呼ばれるこの円周率の公式を用いて、さらに普通はアークタンジェントのテイラー展開を用いて計算するところを、オイラー変換と呼ばれる変換を施すことで計算しやすい形に変換したのだ。この部分は x が7分の1の時にはこのように綺麗な形になるのだ。 x が79分の3の時は計算するとこのようになり、これは一見綺麗な形ではないが、分子分母を16倍するとこのように綺麗な形になるのだ。7分の1と79分の3からは想像できないくらい綺麗になったわ。これで計算が楽になるのね。とは言ってもオイラーは人並み外れた計算力の持ち主だったと言われているので、普通の人が1時間で20桁計算できるのかはやってみないとわからないのだ。ということでこの動画ではまずオイラーの公式を証明し、次にオイラー変換について説明し、最後に20桁まで求めるのに必要な計算量の確認と、本当に計算が楽なのか実際に計算してみた感想を述べるのだ。ちなみにこのようなアークタンジェントを用いた円周率の公式は数多く知られており、マチンの公式と呼ばれるものが最も有名なのだ。それについては別の動画で詳しく説明しているので、気になる人は概要欄からその動画を見てほしいのだ。またアークタンジェントのテイラー展開については今回は証明しないが、マチンの公式の動画で示しているので、知りたい人はそちらを見てほしいのだ。それでは本題に戻って、まずはオイラーの公式を証明するのだ。ちなみに証明方法はマチンの公式の動画で紹介した方法と大体同じなので、重複する部分は軽めに説明するのだ。ここにあるアークタンジェントとはタンジェントの逆関数のことなのだ。直角三角形のここの角度がアルファの時、この線の傾きがタンジェントアルファで、底辺が1ならば高さがタンジェントアルファになるので、その逆の高さを b とした時のここの角度がアークタンジェント b なのだ。上の式は b を7分の1とした時、同じ直角三角形をこのように5個積んで、さらに底辺1、高さ79分の3の直角三角形を2個積むと、ここの角度が4分の π になるという意味なのだ。この公式の証明にはアークタンジェントの加法定理を用いればよいのだ。この式はタンジェントの加法定理をここをアルファ、ここをベータと置いて適用し、整理すると得られるのだ。この式を使うとアークタンジェント7分の1の2倍は上の公式の a と b に7分の1を代入してこのようになり、計算するとこうなるのだ。同様にして5倍のアークタンジェント7分の1を計算することができて、計算するとこのようになるのだ。同様にこれも計算できて、これを足すとアークタンジェント1になるのだ。アークタンジェント1は底辺1、高さ1の直角三角形を考えるとここの角度に一致するので4分の π になるのだ。これでオイラーの公式が証明できたのだ。でもこれだと7分の1や79分の3が出てきた理由がよくわからないわ。それは次のように考えればいいのだ。これを底辺1、高さ7分の1の直角三角形とし、この赤い線の角度を4分の π とするのだ。この三角形をこのように重ねていくと6個目で4分の π を超えるので、あとはこの部分の角度を求めればよいのだ。
これはアークタンジェント1から5アークタンジェント7分の1を引けばよいので、左上の式を使って計算するとこのようになるのだ。ちなみに高さは7分の1である必要はなく、2分の1や3分の1などでも同じ方法で計算ができ、高さを5分の1にすればマチンの公式が得られるのだ。上の式とオイラーの公式が異なるのは、この部分がもう少し変形されているところで、これは次のようにして得られるのだ。アークタンジェントの下方定理の B に A を代入するとこのようになるのだ。今アークタンジェントを2倍のアークタンジェントなんとかに置き換えたいので、右辺から左辺に変換する方法を知りたいのだ。そのためにこの部分を D と置いて A を D で表してみるのだ。この部分を整理するとこのような方程式が得られ、 A について解くとこのようになるのだ。今は A が正の値の場合のみを考えればよいので、ここの符号はプラスの時だけ考えればよく、よってアークタンジェント D はこのように表されるのだ。あとは D に3116分の237を代入して計算すればよいが、この部分が有理数でないと困るので、それを先に確かめておくのだ。これを計算すると具体的な計算は省略するがこのようになり、分子も分母もある整数の2乗になっているので、ルート1たす D の2乗が有理数であることがわかるのだ。あとは左下の式に従ってこれを計算するとこのようになり、オイラーの公式に7分の1や79分の3が現れる理由がわかるのだ。ちなみに左下の式は次のように図形的に求めることができるのだ。このような三角形を考えると、左下の角度がアークタンジェント D で、その角の二等分線を引くと一つの角が右辺のアークタンジェントの値に一致するので、ここの長さがここの値に相当し、青い線の長さを求めれば左下の式が得られるのだ。これでオイラーの公式が証明できたので、次はオイラー変換について説明していくのだ。オイラー変換は冒頭で話した通り、アークタンジェントをテイラー展開して得られるこの級数をこのように変換するものなのだ。一般にはオイラー変換とはこのような級数をこのような級数に変換することを言うのだ。上の式と比べるとこの辺りとこの辺りが対応していそうだけど、ちょっとだけ形が違うわね。それにここに見たことない記号があるわ。それはこれから詳しく説明していくのだ。その前に前提として X は0から1までの間、AN は単調現象で0に収束するものとするのだ。上のアークタンジェントの場合だと AN は 2n 足す1分の1なので、単調現象かつ0に収束するという条件を満たすのだ。それではまずこの部分の意味を説明するのだ。デルタは差分演算子と呼ばれるもので、デルタ AN はこのように一つ上の値との差として定義されるのだ。デルタの右上に2をつけてデルタを2回作用させることを表し、この値は先に1つデルタを作用させて、次にそれぞれにデルタを作用させてこのようになるのだ。デルタを3回作用させたものはこれの各項にデルタを作用させてこのようになり、整理するとこのようになるのだ。一般にデルタを m 回作用させたものはこのようになるのだ。ここでこの記号は二項係数を表し、高校数学ではこのように表されるものなのだ。横のスペースが若干稼げるので今回はこの記号を採用するのだ。この式は機能法を使えば証明できるがめんどくさいので省略し、代わりに納得感のある説明をするのだ。E をシフト演算子、つまり添え字を一つ挙げるものとすると、デルタはシフト演算子を用いてこのように表されるので、これを計算すると二項定理からこのようになり、シフト演算子を作用させてこのようになるのだ。これで上の式と同じ結果が得られたのだ。もう一度言うが、ちゃんと証明したいなら機能法を用いればよいのだ。以上で差分演算子については分かったので、オイラー変換の右辺の式の意味は分かったが、次はこの式を示すためにまず各係数に差分演算子を作用させたこの級数について考えるのだ。差分を計算するとこのようになるので、
級数を分解し、前の項を添え字を調整してこのようにするのだ。すると n=1 からの和になるので、後ろの項も n=1 からの和になるように調整しておくのだ。ここの符号に注意して級数をまとめるとこのようになり、この部分は x の n-1 乗でまとめると残りは 1+x になるので、これはこのようになるのだ。これで差分を係数とする級数が元の級数で表されたのだが、右下は n=1 からの和になっているので、0からの和になるように調整するとこのようになるのだ。あとはここを計算してこのようになるのだ。これで差分を係数とする級数が元の級数で表されたのだ。もう少し整理するためにこれを移項してこのようにするのだ。あとはこの部分を右辺に持っていってこのようになるのだ。これで元の級数を差分を係数とする級数で表すことができたが、差分を係数とする級数に適用するとこのような式が得られるのだ。こことここ、こことここが差分になっているのね。そして下の式はこの部分に適用することができて、その結果はこのようになるのだ。さらにここも同じようにさらに差分を取った級数に変換できて、それを警戒繰り返すと前半部分はこのようになり、後半部分はこのようになるのだ。ここで今赤枠で囲まれている部分はオイラー変換の式そのものなので、あとは形を大きくした時に最後の項が0に収束することを示せばよいのだ。後ろの項の絶対値を考えると x と an の条件から x と 1+x 分の x が正であることに注意して、絶対値に関する三角不等式からこの不等式が成り立つのだ。次にここの大きさを評価するためにこの値を計算すると、さっき示したことから差分を警戒取ったものはこのように表され、三角不等式からこのようになるのだ。マイナス1は消えて an の条件からこの不等式が成り立ち、この部分は2項定理から2の形状に一致するのだ。これを上の式に当てはめ整理するとこのようになり、 x が1より小さいことからこの部分も1より小さく、後ろの部分は収束するので形を大きくすると0に収束することがわかるのだ。さっきの式に戻ると青い部分が0に収束することがわかり、形に関する極限を取って添え字を少し変えるとオイラー変換の式が得られるのだ。ややこしくてよく分かってないけど、元の級数と係数の差分を取った級数の関係を調べるとオイラー変換が得られるのね。以上でオイラー変換が正しいことが分かったので、アークタンジェントをテイラー展開した。この級数にオイラー変換を適用して真ん中の式が得られることを確認するのだ。まずスペースを確保して an を 2n+1 分の 1y を x の2乗と置いて整理するとこのようになるのだ。これを y の級数と見てオイラー変換を適用するとこのようになり、 y を x で表し直すとこのようになるのだ。あとはここの値を求めればよいのだ。まずデルタ ak を計算してみると ak は 2k+1 分の1だったのでこうなり、通分するとこのようになるので分子を計算してこのようになるのだ。次に差分を2回取ったものを計算すると、これは差分を取ったものの差分なので上の式からこのようになるのだ。通分すると分子の括弧の中身はマイナス4なのでこのようになるのだ。これらの結果から推測するとデルタ n の ak は n が増えるたびに符号が交互に変わり、分子は偶数を2から始めて 2n まで、分母は奇数を 2k+1 から始めて 2k+2n+1 までかけたものになると予想されるのだ。ここで偶数の積、奇数の積をこのように表し、0とマイナス1の時はこのように定めるとデルタ n の ak はこのように表されるはずなのだ。分子に奇数の積の項があるが、これは下の項と相殺されるので分子は2から 2n までの偶数の積、分母は 2k+1 から 2k+2n+1 までの奇数の積になるのだ。これを機能法で示すのだ。n=1の時は
一番上の式から全ての k に対して正しいのだ。 n の時にこれが全ての k に対して正しいとして n+1 の時も正しいことを示すのだ。デルタ n+1 の平形を計算するとこうなるので、上の式を適用してこのようになり、まとめるとこのようになるのだ。ここで括弧の中の 2k+1 はこの部分から、後ろの項はここが 2k+2n+1 までの積であることから出てくるのだ。括弧の中身を計算してこのようになり、符号を変えればこれは 2n の次の偶数なので、整理するとこのようになるのだ。これは一番上の式の n を n+1 に置き換えたものに一致するので、全ての k と n に対して一番上の式が正しいことが分かったのだ。特にオイラー変換の式に現れる k が0の時の値はこのように表されるのだ。前の式に戻ってデルタ n の a0 にさっき計算した値を代入するとこのようになるのだ。シグマ記号を展開して表すとこのようになり、これは冒頭で説明したオイラー変換の式に一致するのだ。これでオイラーの公式とオイラー変換が証明できたので、オイラーの方法で円周率を求める準備が整ったのだ。早速円周率の計算をしたいところだが、その前に20桁計算するのにどのくらいの計算量が必要か考えるのだ。アークタンジェントに一致するこの級数の n=m までの和を sm と置いて、まずはアークタンジェントと sm の差を計算するのだ。定義からこれは m+1 から無限までの和になり、この部分は n が大きいほど小さくなるので、この部分を n=m+1 の値に置き換えたこの値の方が大きくなるのだ。次にこの部分は 1+x2 乗分の x2 乗の m+1 乗でくくるとこのようになるのだ。ここでこの等式が t の絶対値が1より小さい時に成り立つことから、 t を 1+x2 乗分の x2 乗として適用するとこのようになるのだ。最後にこの部分を計算すると 1+x の2乗になるので、ここがキャンセルされこのようになるのだ。これでアークタンジェントの計算誤差が評価できたので、最後の値を em と置いて、これを用いて円周率の計算誤差を評価するのだ。オイラーの公式の両辺を4倍するとこのようになるので、7分の1の級数を m1 まで79分の3の級数を m2 まで計算した誤差はこの式で与えられるのだ。オイラーの公式からこの値はこれに一致し、さっき示したことからこのように評価できるのだ。20桁求めるにはこれがおおよそ10のマイナス21乗より小さければよいので、それを満たす m1、m2 を概算してみるのだ。まず m1 はこれを具体的に評価すると、まず係数が20で、次にこの部分は3分の2より小さく、ここは7分の1で、ここは100分の2なのだ。ここで 3×7 は21なので、20と合わせて1より小さく、このような不等式が成り立つのだ。次に79分の3の方を考えると、さっきと同様にこのような不等式が成り立つのだ。ただしこの部分は上の m=1 での値なので、 m2 は1以上であるとするのだ。計算を進めると3は約分できて、この部分は64なので79で割ると1より小さく、このような不等式が成り立つのだ。これで計算しやすい形になったので、次は上の値が10のマイナス21乗以下になるような m1 を概算するのだ。2の10乗は1024であることを念頭に m1=9 の場合を計算すると、分子は約 2×10 の3乗、分母は10の20乗なので、おおよそ10のマイナス17乗になるのだ。 m1 を後に大きくしてもギリギリ足りなさそうなので、 m1=12 の場合に計算すると、分母は10の26乗、分子は2の13乗で 1024×8 となるのだ。分子は1万より小さいので、このような不等式が成り立つのだ。これで m1 は11か12であることが分かったのだ。次に m2=7 として下の値を計算すると、ここは200より小さいので、このような不等式が成り立ち、2の9乗は
1000より小さいのでこのような不等式が成り立つのだ。これを整理すると10のマイナス22乗となるのだ。よって M1 を12まで M2 を7まで計算すればおそらく20桁まで円周率が求まるのだ。思ったより多いわね。これでようやく円周率を計算する準備が整ったので、最後に本当に1時間で20桁まで計算できるのか実際に計算してみた結果と感想を述べるのだ。結論から言うと20分ぐらいでギブアップしたのだ。何それ、 YouTuber 失格ね。何が辛いかというと、この部分の計算がかなり厄介で、分数のまま計算するとここの n=12 までの値の計算が必要だし、それが計算できても最後に10から20桁以上の数同士の割り算が待っているので、途中で心が折れたのだ。しかもアークタンジェントの片方が計算し終わっても円周率を求めるにはもう片方も計算しなければならず、途中で計算結果を確認できないというのも辛いのだ。途中で検算しやすいように小数で計算しようとも思ったが、何桁目で打ち切るのかをいちいち気にしなければいけないし、計算が余計に複雑になる感じがして諦めたのだ。計算してみた実感として1時間で20桁目まで計算できるようなものではないと感じたのだ。まあ24時間以内に計算しないと出られない部屋に閉じ込められれば計算できなくはないかもといったところなのだ。とは言っても視聴者の方たちは実感が湧かないと思うので、実際にちょっとだけ計算してみるのだ。計算する工数が決まっているなら、この式をこのように変形して後ろから計算するのがおそらく一番簡単なのだ。具体的にどのように計算するかというと、後ろの部分は無視してここを計算して1を足し、それにこれをかけ、その結果に1を足しと繰り返し計算していくのだ。実際に M1=12 の時に計算するのだ。まず最初にこれを計算すると、前半部分の分子分母を4倍して分母を計算してこのようになるのだ。これに1を足してこのようになるのだ。この1を足すところは桁数の関係で簡単なのだ。次にこれを計算すると単純に計算してこのようになるのだ。これに1を足すのはこのように簡単にできるのだ。これをあと10回繰り返すとアークタンジェント7分の1が計算できるのだ。あと10回ぐらいならいけそうじゃない？ここまではそんなに難しくなさそうに見えるが、分子の値の桁数を見るとたった2回で8桁で、最終的にはおそらく30桁近くになり、最後に30桁近くの数の割り算をするという大変な計算が待っているのだ。それにもし計算ミスがあったり必要な工数が足りていなかったらどうしよう、なんでこんなことやってるんだろうなどと雑念が湧いてくるので、それとの戦いでもあるのだ。ちなみに20桁まで計算するには M1=12、M2=6 まで計算すれば十分なので、俺ならできると思う人は試してみると良いのだ。実際に計算する場合は横線だけじゃなく縦線もあるノートを使うことをおすすめするのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。内容の補足とプログラムを使った計算結果を公開しているので、気になる人は概要欄から見てほしいのだ。動画が少しでも面白かったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。